皆さん、こんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？このチャンネルでは日本の文化や日常、日頃のお悩みや仕事のことなどなど、いろいろなことをテーマにお話ししています。今日は日本語が上達するにはどうしたらいいかについてお話ししようと思います。結論から言うと、好きになることだと思っています。なぜなら、前のポッドキャストでも話したように、好きこそものの上手なれ、覚えていますか？好きなことなら自然と上達する、成長する、そういう意味のことわざです。私は日本語のチューターとして日本語を外国の方に教えているんですけど、どんな人が伸びるかなって考えたときに、この人はとってもスピードが速いな、成長するスピードが速いなって感じた人がいます。どんな人かというと、成長するのが速い人、伸びるのが速い人、日本語が上手になるのが速い人はどんな人かというと、まず一つが日本に興味があること。興味がないことってなかなかそれに時間が使えないですよね。こうやって勉強しようと思っても違うことがやりたくなってしまうと思うんです。なので興味があることが大事だと思います。好き、興味がある、知りたいとか思えば、例えば日本語なら日本語の音楽を聴いたり、ラジオを聴いたり、ドラマを見たり、アニメを見たりと自然とやってしまうと思うんですね。なので一つは興味がある。その日本語に興味があるっていうことが一つ目のポイントです。二つ目は積極的であるっていうことです。どういうことかというと、私がレッスンをしていて、この人は日本語が上手になっていくのが早いな。スピードが速いな。あれ、前よりも話せることが増えているなって思う人は、自分から積極的に日本語を勉強しているんですね。例えば、私がレッスンを始めるじゃないですか。昨日は何をしましたか？今日はこれから何をするつもりですか？とか、いろいろなお話をするんですが、その中に、先生、日本語新しいの覚えてきたんですけど、って言って、自分から披露しようとするんですね。自分から覚えたことを言ってくれる。この間あったのは、もったいないと惜しいって何が違うんですか？とか、もったいないってこういう時に使うんで合ってますよね？とか、例文を作りながらお話ししてくれたりするんですね。あとは JLPT の本を買って、ちょっと文法のところをやってみたんですけどって言って、自分で覚えた文法を私のレッスンで喋ろう、話そうとするんですよね。他にも、今日はゲームをして、日本のゲームで日本語を覚えました。そこに出てきた日本語、ことわざあるんですけど、こういうのありますか？あの時は何て言ってたかな？玉の傷。玉の傷って言葉覚えましたみたいな感じで、言ってくれるんですよ。そうすると、レッスン以外でも、私がいない状態でも、ご自分で勉強しようとしている、積極的に学ぼうとしている、そういう方は伸びるのが本当に早いです。ちなみに、玉の傷ではなく、玉に傷です。なんか言ってて変だなって思った。
玉の傷じゃないですよね。玉に傷ですね。でも、玉の傷とも言うそうです。なかなか日本語って難しいですね。それは置いといて続きを。3つ目は自分に合う方法を見つけようとすることですね。例えば本を読むのが苦手なのに本を読む。それってすごく辛いですよね。辛いことって続かないんですよ。楽しいことって続くじゃないですか。走りたくないのに走るとか、勉強したくないのに勉強するとか、そういう辛いことってストレスじゃないですか。でも逆に楽しいこと、遊びとかやりたいこととかってやれちゃうじゃないですか。自分に合う方法を見つける。例えば本を読むのが嫌いなら、本を読むのが苦手なら、本以外の方法を探してみる。それが大事だと思います。例えば、日本語のアニメ、日本語のアニメでもいいし、漫画でもいいし、音楽でもいいし、あとは、日本人と喋ってみることでもいいし、自分に合った勉強方法をいろいろ試してみる。一個だけにするんじゃなくて、本を読まなきゃ、本だけでやるんだ、じゃなくて、本がダメなら、じゃあ違うのをやってみよう。ゲームをしてみよう。音楽を聴いてみよう。ラジオを聴いてみよう。ドラマを見てみよう。いろんな方法で自分に合った方法を探してみる。これが大事だと思います。今日は日本語が上手になるにはどうすればいいかについて少しだけお話ししてみました。他にもきっといろいろあると思うんですね。もしいい方法があったらぜひコメントでシェアしていただけると嬉しいです。私も嬉しいし、日本語を勉強している方のためにもなると思います。今日は3つポイントを言いました。1つが好きになること。日本語を好きになること。興味を持つこと。2つ目が自分から積極的に学ぼうとすること。興味があれば学ぼうとしますよね。3つ目は自分に合った方法を探すこと。いろいろ試してみること。この3つが日本語が伸びる、日本語が上手になるポイントだと思います。私がおすすめしたいのは自分に合った方法を見つけることです。私は大学生の時、内緒なんですけど、ベッドの上で勉強してました。机で勉強すると眠くなってしまうので、布団の上に寝転がって、教科書、本を読んでいました。そうすると結構頭の中に残って、点数も良かったです。テストの点数。なので、自分に合った、こうしなきゃいけないとか、絶対机でやんなきゃいけないとか、本でやんなきゃいけないとか、そういうんじゃなくて、自分に合ったスタイルを見つける。それがいいんじゃないかなと思います。私の場合は、ベッドの上で寝転がって勉強をするでした。皆さんはどうですか？何かいい方法があったら教えてください。それでは今日のお話はここまでです。ためになったな、面白かったな、よかったなって思っていただけたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。あとメンバーシップもやっていますので、もしよろしければサポートお願いいたします。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ。またねー。バイバーイ。